とした麺ですね。二郎系の麺です。全部自家製です。麺もスープも全部自家製にして、チャーシューも自分で燻製かけて、朝そこに燻製かけたばっかりのものが背脂とか鶏油もタレも塩だれも、こっちが醤油だれで普通のラーメンで、こっちが塩だれなんですけど、これも自分で作ってますね。娘がやりたいって言ったのが家系なの。全部やっぱり自分でできないと将来的に、まあいきなりやれって言われてもできるものじゃないんで。そうですね、将来やっぱりアメリカに出したいっていうのがあって、もう日本には社長がいるんで、私はもう外国から攻めていきますその予定で。アメリカであそこのお店だ、あそこのお店ねみたいな感じでみんなが知ってくれる店を結構作りたいですね。チェーン店みたいな感じで。今なんか社長から技術を全部教わってる期間っていうか、そんな感じで。私自体ラーメンが好きで結構いろんなところに食べに行ってて、でそれで二郎系も好きなんで、じゃあ美味しいものと美味しいものを掛け合わせたら美味しくなるんじゃねって言って二郎系始めたんですよ。でスープとかは家系のスープを使って、あと麺はその二郎に合うように、そのさっき見せた平打ちの麺をあそこの機械で手切りで切って揉んでわしわし麺で出すみたいな。好きですね。二郎、高校生の時にすっごい二郎とかラーメン屋にハマってて、3食全部ラーメンの時も全然ありましたし、湿気があってしっとりしてるうちにラップをしますね。これいいでしょ。ネギも結構変えてて、ラーメンの種類、できるだけ細い糸みたいな白髪ネギを使って、やっぱネギが太いと主役になっちゃうんで、逆に主役にしたい時はネギを太めにするといい感じになります。こっちが味ネギ用の太めのやつになって、こっちがあえ玉用の細いネギになってます。ネイルめっちゃ好きで、なんかよく言うおギャルっていうやつですね、世間で言う。だからもうずっとネイルがない人生なんてありえないみたいな感じだったんですけど、ラーメンやってから一切やんなくなりましたね。もうできる限り短くしてやってますね。こんなちっちゃい時からラーメン持ってってお待たせしましたとか盛り付けやったり、ちっちゃい時からずっと見てやってって感じだったんで、なんかいつの間にか作れるようになってましたなんか記憶がねついた頃には。
しゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。そうです。いらっしゃいませ。カメここお待ちいただいた口味の方なんで、ここから全員チャーシュー1枚入れさせてください。白手は盛り付けわかるよね。はいです。そこ頼むお願いします。いいです。これからです。先に普通のお願いします。10秒、20秒ぐらい。手上がります。はい、わかめね。シーアイス。チャーシュー麺5枚いきます。はい大丈夫ですか？まかない代お願いします。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いや、3つですね。2号3号2号。これこっちお願いしていい？飲んでるラーメン。二郎の麺ですね。二郎2号入ります。3号とか書いてあるんです。4号に。亀次郎お願いします。長野さん帰ります。全部普通。生姜が増し、普通。はい。手切りだと歯ごたえがすごい良くて、なんでやっぱ食べてほしいから。いらっしゃいませ。いつもありがとうございます。手切りにしてます。ありがとう。それぐらいしかないです。はい。普通でいい。はい、お願いします。巻きです。はい。
いいですか？どこ？ピーチです。はい。でこれが。難しくて開くこの上げるところによって細さが変わるんですよ。いっぱい上げて下げると太くなるし、ちょっとしか上げないと細くなるしで、全部一定の間隔で上に上げないといけなくて、で普通にこのくらいだと細くなります。全部一定のあれで切んないといけないんで。これ全部普通？全部普通。白い。お願いしてもいいですか？これは動画盛り。C4 と C5。夏は50度いくんで、もう今すでに暑いんでやばいですね。ありがとうございます。します。ありがとうございます。どうせラーメンしか作ってないんだろうとか、何もしてないんだろう、麺上げしかできないんだろう、めっちゃやれます。この見た目だし、若いし、女だし、基本何があっても私はね、なんか折れないんで。社長と一緒にいるから鍛えられたっていうのもあるし、あとその芸能の世界に行った時に一番きつかったんで、そこであれは鍛えられましたね、精神は。お母さん塩って。
けた？炊けました。これは和え玉です。細麺の替え玉ですね、よく言う。こっちでは和え玉って言われて、これは280円だって。いくらにしたんだっけ？280円にしたんだっけ？28で他のラーメンと同じ量の。さっきの方が片面だったので、これも合わせて片面にします。箸一本でやってる。昨日俺らの作ってるやつじゃないですか？じゃないよ。そうですね、接客がもう第一にやってて、もうなんならもう接客も味のうちですから、接客がやっぱ一番大事にしてますね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。おやつで。ありがとうございます。生姜です。生姜なし。ニンニクちょっと普通。はい。何時間ぐらいだろう。10時間以上はされてますかね。普通の早く帰れる日は10時か11時ぐらいまでですね。そこで製麺が入るとそこから工場に向かって作るんで、そうですね、もっと時間がかかって2時とか3時とかになっちゃうんですけど、土日はそうですね、だいたい8時ぐらいから仕込み始めて、昼休憩を3時から5時半まで、5時ぐらいですかね、5時前かなまで挟んでご飯食べて、そこから仕込みまた夜のにして夜スタートしてみたいな感じで、時系列はちょっと難しいですよね。もうできるうちに、働けるうちにやります、私は。お世辞抜きで言っても、こいつほどできるやつを、これよりできる人はそうそういないです。男も合わせてもそうそういないですね、ここまでできる。自分の娘っていうひいきはないですね、絶対にも。勉強熱心で、しかもどんどん美味しくなっていって飽きさせないっていうんですかね、そこがやっぱり気に入ってるところですかね。すごいですよね。学生さんですよね、確かね。でもそれでここの店長もやられてるんですけど、私の学生時代には考えられないですね、そんな。センスも抜群ですよね。そういった才能を見抜く大竹さんもすごいと思うんですけどね、実際にやられてる彼女も素晴らしいですよね。すごい今後楽しみですよね。父譲りです、完全に。一緒に働くと特に本当にすごいなって思いますね。もう見て真似してやるしかないです。まだ全然仕事にも及ばないんですけど、私はいつか30年とか40年後に抜かせればいいなぐらいです。体力が有り余ってるのか
でも友達はいないですね、間違いなく。減ります。やっぱり仕事してると遊びにはめったに行かないんで。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、もう今はラーメンしか頭にないですね。もう遊びなんてやっぱなんかこの年だし遊びたくならないのとはめっちゃ聞かれますけど、白く卵入れてくれた？さっきありがとう。もう今は全然ですね遊びたい欲はあるんですけど、それ以上に楽しいんでラーメン作るのが。そうなんです、なんかラーメン作るの楽しいんですよね。でもそれがねえ、なんだろう、それを分かってくれる同級生がこの子しかいないんで。みんなやっぱり遊んでる時期じゃないですか。やっぱその中でやっぱこうやって一人でやってすごいなと思いますね。ありがとうございます。お待たせしました、特製ラーメンです。ごゆっくりどうぞ。お待たせしました、肉巻き二郎です。ごゆっくりどうぞ。今日もうタレがなくなっちゃったんで、もう今の時点で終了しました。これしかないんで、もういつもは在庫作ってるんですけど、もう今日は二郎がいっぱい出たんで、その分タレもめっちゃ使う。なかなかやりよるわって感じですそうですね、ここからまた、そうです、ここからが長いよね。ここからこれ終わってこっち終わって今度麺の作りに行くっていう感じなんで、あ、そうですそうです。ここ掃除してタレ作りながら今度はそれ終わったら今度は麺作り。早くて大体1時2時です。家に帰ってこんなもんですね。でも抑えてる方です、やっぱりこれでも全然抑えてる方です。学校とか最初の方はやばかったもんね。今はもう学校終わりが仕事があるんで、このまま学校行くことになってます。一緒もう本当にミリスカにハイヒールみたいなでなんかもうブランド物のバッグ持ってすごかったです。そうですね、結構やっぱ仕事変わっていろいろやり始めて変わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。恐れ入ります。私たち。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。お上手で。ありがとうございます。